ピンポーン。ようこそ秘密基地にいらっしゃいました。まず最初にグッドボタンとチャンネル登録よかったらよろしくお願いします。はい、ということで早速なんですけど、今日ね、サムネにもなっている、こちら、いただいたやつですね。これも、栗のショコラタルト。かさまって書いてあるんですかね。これ、合ってますよ、見方。多分有名な栗のタルト。茨城県産。茨城県だよ。かさまで合ってんのかな。これゆうちゃろがね、好きだとは思うんですけども、あんまり栗そのものは好きなんですけど、ゆうちゃろって。意外とこう、お菓子とか、モンブランがあんまり好きじゃなかったりとかね、変わった味覚をされてるんで、多分こういうのもね、意外と食べないんですよ、ゆうちゃろさん。申し訳ないんですけど。そう、だから、まあ一応ね、ゆうちゃろの分も置いとくんですけど、なかなかゆうちゃろね、食べる気配がなかったので、ブー太郎が先に食べてやりたいと思います。めっちゃ美味しそう。こんな感じで4つ入ってるんですけど。じゃーん。豚タルト好きなんでね、こちらのタルトは豚の好みなのかどうか。新しくないこの、普通こうやんの。何これ指光線、ビビビビビビビ。はい、皆さん今日はブー太郎にメロメロになっちゃいましたね。意味わからん。はい、ということで食べましょう。今日もわけのわかんないテンションで。あ、すごい丸くなってる。めっちゃ可愛い。あ、いいね。このサクサクしてる感じ。じゃーん。でも栗っぽくないよね、見た目は。でも香りは栗の匂いがするわ。ちょっとティッシュ引いて食べたいと思います。最近もデブ気がすごくてね。この間、泊まりに行ったじゃないですか。で、体重計測ったら、65まで来てた。やばくない？もう、順調に成長してってる。65ではとどめとかないと、マジでまずデブ期突入しちゃうんで、やばいな、っていうことで。いただきます。ハード系だ。思ったよりハード。ふにゃふにゃーっていう感じがない。わかる？聞こえる？ ASMR。聞こえた？聞こえんか？めっちゃサクサク。で、見えますか？これクリームが入ってるよ。これ美味しいね。ワタロはどっちかっていうと周りが、ここまでハードじゃなくてもいいんですけど、こう柔らかいタルトが本来は好きなんですけど、ハードも悪くないなと思わせていただける味。めっちゃハード。なんだろう、表現の仕方やってんのこれ。ハード。タルトがハードとか柔らかいとか。伝わるよね、でも。めっちゃサクサクなんですよ。でも、このクリームが美味しい。うん。ああ。うん。で、栗もめっちゃ香料とかを使って、ガッて、ざっくりですみたいな風な味を想像してたんですよ。勝手に。栗のタルトやから。だけど、なんか本物感を感じるっていうか、なんていうの、そんなに主張が強くない。でも栗パウダーって書いてるな。なんかこう食べたらほんのり栗の後味にあるっていう感じ。後味に栗さんが来る。栗栗栗栗。栗栗栗。栗んだよ。豚をさ、そういえばさ、栗といえばさ、じゃあ昔の話しましょうか。ね、昔話8月はするって言ってたのにさ、全然してないけど、今ちょっと栗つながりで、ちょうど栗でいいやと思って。今日はブー太郎の昔話。前回ね、ブー太郎の、なんていうの、スタタン先生の話したじゃないですか。で、その続きの話があったと思うんですけど、あれはじゃあまた今日の夜撮ろうかなと思うんですけど、その話は、ブー太郎の、これがヒントっていうことで、また楽しみにしておいてください。で、今から喋る話は、なんで栗とブー太郎なのか。これ言ったことあるのかなどっかで。ブー太郎って、ちっちゃい時のあだ名がいろいろあったんですよ。ねえ。本名がもう出てるんで、ちょっとあえて言うと、今回特別ね、
もうバレてるからいいやと思って。もう開き直るわ。そう、普段これからもブー太郎で行くけどさ、ケンちゃんとか、あと、あと、これ名字言っちゃうことになるもんな。でももうバレてるもんね。そう、ブー太郎、まあちょっと言わないけど、あえて名字は。でも、知ってる人は知ってると思うんで。でも、柴犬って言われることもあったの。上に柴がつくから、名字と、下の名前で、柴犬みたいな感じで呼ばれることがあったりとかして、結構あだ名って幅広かったよね。柴ちゃんとかもあったし、ケンケンとか、いろいろあったんですけど、まあそんな中で、一個、クーリーちゃんって、クーリーン、クーリーンって呼ばれてる時期が結構長かったんですよ。そう、クーリン。まあ、栗。で、栗とね、実は繋がってくるんですけど、まあ、豚のね、住んでた、ちっちゃい初期、小学校とか中学校の時に住んでたとこって、本当に、なんていうのかな、タウンっていうんですか。もうほんまに何回言うねんっていうから、ほんまに、もう家が、もう周り、もう家だらけだったんですよ。ニュータウンって感じで、親が引っ越してきたんで、尼崎からとある場所にね。で、なんで尼崎は言うのに、ね、なんかわけわからんくらいさっきから。まあ聞いて、もうわけわからへんけど、もう豚ってなんか接続詞も多いよね。なんかとか。これやめたいんですけど、編集できたらもうカットできるんですけど、こういうね、ノーカットだとバレるよね。なんかとか、ほんま、とか。こういうのね、やっぱ直した方がいいですよ、みんな。やっぱ聞いてると聞きづらいっしょ。ね、何の話で、あ、ゆうちゃろう起きてきたっぽいぞ、これ。まあ、いいか。で、何の話してたっけ。そう、ニュータウンで、もう、いっぱい家があったんですよ。ね。引っ越したての人が多かったから、もうちゃんの近所にも、まあ、同い年ぐらいの子もいっぱいいたりとか、年下の子ももちろんいたし、でも結構お姉ちゃん世代の人が多かったんですよ。ね。まあ、親はさ、ニュータウンやからさ、こう周りの子供いる親同士で、やっぱこう仲良くなりがちじゃないですか。ってなってくると子供も必然的にこう巡り合わせで、どうもみたいなちっちゃいなりになるじゃん。で、大体人見知りやねんけど、なんかもうすでに、こう年上女の子チームみたいなのがうちの近所ではすごかったんですよ。そう。だから、ムータロウがまだ幼稚園とかで引っ越してきてるから、もう周りが小学校3、4年とか、もう大きい子で5、6年ぐらいの高学年の女の子がいたりとかして。てか、おはよう。うん。おはよう。洗い物もしてあげたで。優しいやろ。洗い物したふり。ふざけんなよ。俺言えよ。人が洗い物したの自分が洗い物したふりしてんの。また洗い物してないやんか、昨日。めっちゃ聞いて。ここにさ、豚昨日ね、お鍋用意したんですよ。だから、片付けよろしくねって言っといたの。ね、上上がったなと思って見たらもう机の上さ、もう食べた後のまんま。豚上直したね。え見てごらんなさい。ちゃんと。あんたが不利やん。これ誰がみんなさ、あんたの方信じんねんから。やめて。豚がちゃんと洗い物したんで。というか、めっちゃ脱線した。何やったっけ。昨日の鍋のさ、話でもなんかあんたの話しなあかんわってそう思っとってんな。なんか一緒に、なんかエミリンの動画を見てて、でなんか結婚相談所みたいなやつに行ってたんですよ。で、その結婚相談所の女の人の、なんかこう話を聞いてるときに、ブータロがなんかこう、チャチャを入れてたら、めっちゃうるさいって言われて。あんたの意見とか求めてないねみたいな、こっちはプロやからみたいな、あんたただの一般人で何も勉強してないくせに、なんか偉そうなこと言わんといてくれるブータ、ゆうくん聞いてんねんとかって怒られてるな。プロやからってな。いちいち、あなたの意見聞いてない。めっちゃ怒られて。なんか映画とかさ、ドラマとかさ、横でうるさい子っておるやんか。で、豚そういう人あんまり嫌なんですよ。だけど結局自分がそうなってるっていう。あ、この人ブータラとは全然性格合わへんわ。あとはなんかまたやっちゃったのが、
なんか椎茸を昨日買ってきてくれたんですね。ゆうちゃんは買い物行ってくれたんですけど。で、椎茸お願いしてたら、椎茸が余ってたんですよ。で、椎茸ってさ、すごいいいんですよ、体に。で、もうブテロばっか食べてたから、ゆうちゃろうも体のことを思ってね、ブテロがこう、1個まだあるから、もうブテロこのままやと食べちゃうからさ、やっぱゆうちゃろうにも椎茸の栄養分取っといてほしいなっていう意味で、ゆうちゃろう椎茸あるでって言ったらさ、なんかそれもさ、あんな優しい言い方したよね。あんた、しいたけまだ残ってんだよ。早く食べや。優しいよ。何のババアや。こんなん言われるんですよ。でもほんまさ、なんやろうな、豚。食べたかったら食べんねん、こっちも。じゃあね、それ分かってんねん。取ってないってことはそういうことやね。取ってないってことはそういうことやね。じゃあ分かってんねんね。だけど豚をこのままじゃ椎茸平らげちゃうから、やっぱゆうちゃろにも椎茸の栄養分を取ってほしいっていう豚の顔の優しさや。ふーんとかって。マジでもうさ、ね、なんか親子みたいな、なんかこんな夫婦になっちゃいました、私たち。昔は可愛かったのにな。ありがとうとか言って。そんな時期でも少なかったか。いや、あったで、でもあんたはもっとブータロー可愛がってた。いつの間にかどんどんブータローをな、お母さん扱いしてる。お母さん扱いしてるじゃなくて、あんたがお母さん的な話になってきたね。そうなの。なんかそんな可愛いブータローの今のさ、反抗期の息子を持つお母さんみたいな。今はね、こうやってもう関西のうるさいさ、口うるさい鬼ババアみたいな感じになったけど、ブータローのその可愛い時期があって、で近所に本当お姉さんが多かったんですよ。でやっぱちっちゃい時って年上のね、こう、なんかこう近めの人に憧れたりしませんでした？あ、なかった？近所になんかさ、年近い友達とかおった？家の。あんまあんたあれか。おった？遊んだりしてた？ほんまに同い年？同い年とかちょっと上。憧れたりしてなかった？覚えたりはしてないけど、多分真似しようとか。ムカついて石投げて血流した。もうやめてよ、そういう話するの。もうほんまによくない。じゃあ自分記憶ないで。危ないわ、もうこの話はまた別でしてね。もうこんなベータの秘密。親に聞いたんですよ。いや、だから事実なんやろ、それ。ほんまにあかんで、あんた。もうほんまに恐ろしい人と自分今一緒におるなと思うねんけど。しかもそれ相手女のもう最低やな、マジで。また後で聞くわ。後でっていうか。ブータのクーリーちゃんの話してんねん。うん。でね、もう全然クーリーちゃんに結びつかへんけど、で、ブータローが、何やった？そう、近所のね、お姉さんたちがいて遊んでくれてた。その時にゴム跳びを教えてもらってん。さ、ゴム跳びって言ってもみんなが想像してるゴム跳びじゃないからね。こう、低くて、こうなんか足、この色のクニクニってするゴム跳びじゃなくて、腰の位置、胸の位置、肩の位置、頭の位置ってこうゴムがあって、それをどんだけ高く飛べるかっていうゴム跳びをやってたんですけど、なんかすごいドッジボールとかさ、あとなんか電信柱を使った遊びとかあったんよ。ロックンとかっていう遊びやねんけど、懐かしいな。3タイムとかもあったな。あれ誰が考えた遊びなんやろな。っていうぐらい、まあ本当によく遊んでくれてて、で、ローラーブレードとかローラースケートとかもちょうど流行ってた時期。で、そこでなんかローラーブレードとかもね、覚えるんですけど、まあいろいろそれで、ブータローたちの近い年、本当に同い年とか1個下、2個下ぐらいの子たちのグループで、どんだけ一番になれるかっていうのをなんか争っててさ。だけどお姉ちゃんたちはやっぱ偉大なんですよ。だからみんなでお姉ちゃんごっことかもしとったんですよね。そのなんか自分のいっぱいおったから年上のお姉ちゃんが。どのお姉ちゃんが好きかみたいな。で、自分は、例えば、ブタラはリサ姉ちゃんという子が好きだったんやけど、ブタラはリサ姉ちゃん役するとか言って、もう一人の女の子は、私、チエ姉ちゃんとか言って。なんかいろいろあったよね。勝手になんか、そのお姉ちゃんになりきってなんか遊ぶみたいな、なんか謎のごっこがあって。いやめっちゃほんとちっちゃい時、いろんなわけわからん遊びしてたからね、また、いつかそれも詳細話そうかなと思うけど、まあそんな遊びをしてた頃に、ブタロって幼稚園の時に、おじいちゃんに髪を切ってもらってたんですよ。で、もうすっごいパッツンでね。で、パッツンも、もうこう、なんていうの、
もうこの辺のパッツン。ほんでもうここまで綺麗にたーってもう丸く、揃えられとってんな。たまにいなかった。だから、ボイタロの幼稚園のアルバムってめっちゃくちゃ小学校上がった時、もうみんなに見せられるのが恥ずかしくって、もう面白い枠に入れられたわけ。その時からちょっとバラエティ担当やったブー太郎ってよく思った、ちっちゃい時から。やっぱこういう運命なのね。やっぱお笑い芸人になるべきやったのかな。こう誰か鋭いツッコミの人と組んでさ、ブー太郎ちょっといじられ役で。そう、もうほんまにそんな感じで、でもなんかおったのよ。で、ブー太郎確かパンダ組とかやって、パンダ組のその卒業アルバム見たらもうさ、もうすっごいブー太郎がいるわけ。で、こう、顔はこうあるけど、髪の毛がこう、おかっぱみたいなさ、感じやから、それが、もうそれこそ栗に似てる。頭の形とか。それでもうみんなからクーリーちゃん、クーリーちゃんって呼ばれるようになって、で、年上のそのお姉様方からも、クーリー、クーリーとかって、ずっと呼んでもらっとったら、なんかその、小学校上がってからも、なんかそう自分なんかクーリーって呼ばれてて、とか言って、なんでクーリーなみたいな言って、見てこれ幼稚園のアルバムって言ったら、あ、そういうことみたいになって、なんか小学校の時当分クーリーやったもんな、ブー太郎。そう。っていう感じ。しょうもなそう、だからブー太郎って昔よくクーリー、クーリー、クーリーって呼ばれとったっていう話。そう。結構長い間言われてたよ。中学校の時はさすがに恥ずかしくなって、もうクーリー封印してんけど。長い間クーリー時期あったな。そう、だからクーリーって呼ばれたり、あんま仲良くない子とかは男子からは柴犬とか呼ばれたりとかしてたかなっていう話でした。はい。ということで、またいろんな話、過去話ね、できたらと思うんで、こんな感じで、またよかったら聞いてください。ということで、今日の夜は、ブートラのちょっとほんと最低な話なんで、これ、惹かれるかもしんないけど、惹かれる覚悟で、まあ、若気の至り、さっきのゆうちゃんの話じゃないけど、あれも最悪やね。石投げたって、まあでも、おったよね、そういう危ない子。そういう危ない子がまさかのゆうちゃろうやったっていうのがちょっとびっくりよ。まあいろいろ聞いてたから知ってた話なんだけど。はい、ということで、今日は一旦終わっときます。ではでは、またねー。バイバーイ。